京都の吉原です。コーヒーを入れます。うちではドリッパーは基本的には、今は V60 ハリオの V60 を使ってます。で、もう自分のそのコーヒーの抽出も焙煎も含めて全てこの V60 を使うっていうところから逆算して味作りをしてます。はい、入れていきます。特に最近はこのお店っていう環境で機材がバッチリ揃ってる環境で美味しく入れられるっていうのはなんというか当たり前といえば当たり前の話なので、それよりかはいかに家庭でそんなにいろんなことを気にしなくても比較的簡単に美味しく入れてもらえる、ように焙煎はしてるんで、そんなに抽出でもここはポイントですみたいな大きいところはないです。強いて言うのはこの蒸らしですかね。コーヒーって大体3回とか4回に分けて注ぐと思うんですけど、もうほとんどそのコーヒーが出来上がった時の味はこの蒸らし1投目の蒸らしで決まってるんで、ここをおろそかにすると、なかなか後からどう調整してもうまくいかないかなっていうのが経験値としてあるので、最初の1投目は特に慎重に入れます。でも逆に言うと、そこさえクリアしてしまうと意外にもあとはもうありきたりな表現になりますけど、もうお湯を注いでいくだけで、ただお湯を注いでいくだけでそんなに気を使うことなく美味しく入れられると思います。なのでお店来てくださってる方とかは特に蒸らしの時は質問は蒸らしが終わってからにしていただきたいです。はい。なので注ぐ回数は4回ですね。コーヒーは 12g 使って最終的には4回に分けて 200cc のお湯を注いでます。もうこれはお店で自分が入れる時も自宅で入れる時も常にもう固定の数字です。結構落ちきる時間は割とまめに夜というか豆次第で結構変わるんですけど、だいたい2分最近は半、プラスマイナス全然15秒ぐらいはあり得る範囲です。でもその範囲内に大体その範囲内に収まるぐらいの引き目で入れてもらえるといいかなと思います。
はい、どうぞいただきます。このドリッパーの一番の良さはやっぱり、複雑味。どういう風に入れてもある程度複雑な味わいが出しやすいので、むしろそれまでのコーヒー豆をひいたり焙煎したり、エイジングとかっていういろんな変数要素は全て均一な、流度均一な焙煎っていうのを心がけてます。ご家庭で多分入れていただくときは本当にいろんなことを気にしたい方はもう気にしていただいて、どこまでも追求してもらうのがいいと思うんですけど、でもほとんどのことはもう全て焙煎の段階で僕がもうケアしてるんで、もう袋を開けてある程度1週間とか2週間とか時間が経ってさえいればそんなに難しいものでもないかなっていうふうには最近は思ってるんで、一番は多分楽しみながら入れていただくことやと思います。